皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球チームの方よろしくお願いします。本日のテーマはたった一つの手順でブチギレで止まる下回転サーブの出し方についてやろうかなと思います。でこれは基本の下回転のサーブが出せる方対象かなと思います。特にサーブ中学生の皆さんとかは高校生の県大会出場するぐらいまでのクラスであればサーブ一つブチギレのものを持っていればもうそれ単体で点数取れるんで、もうあとドライブ技術とかフットワーク練習とかしなくても勝ってってしまう、上位に上がれてしまう可能性を秘めているだけに、実はサーブ練習で回転をかける方が、一番近道であったりします。相手も関係ないので相手の状況関係なしで自分のサーブ 100% 発揮できるので、特にサーブをぶち切るというのはおすすめです。トライしてみてください。で今回下回転をぶち切る方、たった一つの手順ですね。これもすごく簡単にできるんでぜひやってほしいんですが、一つそれはラケットの面を真上に向けてボールの真下6時ですね、時計でいうと6時を薄くこするっていうことを意識してください。もうこれだけですね。もう大事なのはで、一般的によくある下回転の出し方、皆さんよく下回転っていうと出すとき、こういうふうに出すと思います。これはどのように出しているかというと、厳密に言うとラケットの面がちょっとですけどこういう形になってると思います。ボールで言うと4時半ぐらいを捉えて下回転をかけている方ってすごい多いと思います。でボールの後ろ4時半を捉える方が安定する、出しやすいっていうのはあるんですが、でもやっぱりラケットの面やっぱりこういうふうにちょっと前に出ちゃう形です。こうすると回転だけではなく前に押し出す力も一緒に出てしまう形です。やっぱり、皆さんラケットの面こうなればなるほど、こういうふうになっていけばなっていくほど前に飛ぶ力が強くなりますよね。なので回転をかける要素よりもスピードが出てしまう要素の方が強くなってしまう可能性があります。なので一応下回転がかかってるよと言いつつも、この面だと前に押し出しちゃう。で回転が半減してしまう形です。せっかく下回転を覚えたと言っても適度な下回転のため相手につつきだけすると普通に返されちゃう。これだったらせっかく下回転を覚えたい、ちょっと意味がないですよね。もったいない形ですよね。だったらラケットの上を本当に天井に向けてあげる、真上の状態でボールのこの時計でいうと6時を捉えてあげる。そうするとブチギレです。こういうブチギレの下回転が出せます。もうこれだけです。ラケットの面はもうこの状態をこの状態するだけです。6時、ラケットを真上にすることで、前に飛ばす力って全くなくなりますよね。こっちの角度にこれは前に飛び出ちゃいます。でもこの面だと前に飛ばないために全部回転にエネルギーを注げます。なのですごくよくかかります。でこれ4時半前に出ちゃいます。弾いちゃいます。よく下回転がかけれない方の特徴としましては、やっぱ押し出してしまう、弾いちゃうっていう方が多いので、これだと下回転がかかりません。なのでラケットの面を上に向けてボールの6時を捉えて、ただこするだけで前に飛ばす力はない、いらない状態ですね。いらない状態です。そうするとこうやって回転だけで飛ばすのでより回転が強くなります。これでブチギレの下がもう出せる形です。でここから本当にブチギレになる方法っていうのが、薄くこするイメージが必要なので、薄くイメージとしては包丁を使ってキャベツの千切りですねをやるような感じで薄く捉える感じです。薄く扱うような感じでボールを薄く扱うような感じで丁寧に薄くこすってあげる。こうやってぶつかってしまうと安定しないので、薄く表面だけでこすってあげる。表面で捉えるっていうのが大事ですね。でシートの表面で薄く取るという感じでやるところにかかります。でこういう薄いこすり方と、あとは左から右にインパクトするような感じですね。結構切れたサーブって真ん中で切るってイメージあるかもしれないですけど、実はこうやって切ってる方、実際こうやって転がっていないですけど、こういう左から右に転がるような意識でやるとこうやって切れます。このサーブいいところは別にそんなぶち切ってないのにもかかわらず、その力いっぱいやってるふりしてないのにもかかわらずすんなりと
涼しい顔で切れるっていうのがメリットでかいですね。だからやっぱ切れてるサーブっていうのはイメージは力いっぱいこうやってやってたりとか、高く上げてスイング取ってフッて切る感じになります。こうするとやっぱ相手は切れてるっていうふうにちょっと思っちゃうので、ポイントとして相手を騙すブチギレのサーブとしては、涼しく本当にそんなに切らなそうな雰囲気を出して、でなんとなく出すで切れるってやると、そのギャップでなんともないサーブだなーって合わせてくれると、っていう感じでドサッと落ちちゃったりします。こういう涼しくブチ切るサーブっていうのが結構私も試合中よく使います。で薄くこするやり方は左から右でパーからグーにする感触ですね。右グリップの時にパーの状態、力入れてない状態にしておくと、トスがいろんなとこ飛んでも大丈夫、対応しやすいです。でインパクトする時にグーにするってやるとよく切れます。最初力入れて最後に力入れるっていう感じですね。もうこれだけでこうやって切れます。でこっちのサーブのいいメリットっていうのは、弾くことがないので回転がかけれない方の、強制になる形ですね。回転で飛ばさないと前に行かないので、こっちの面は押すだけで下回転サーブって言いつつ前に飛ばせてしまうんですけど、こっちは擦れなかったら本当に前に行かないです。こういう状態になっちゃうんで、回転をかけないと入らないという形です。だから回転をかけれない方とかもこういうサーブでやると回転がかけれるようになったりします。でこのいいサーブ真上に向けることのいいメリットっていうのは、ボールが前に飛ばないっていうことなので、下回転が止まるんですよね。切れてて止まります。相手コート入ってから止まる下回転が出せます。普通の下回転です。普通の下だと前に出ちゃいます。だから相手からするとレシーブするときに払うときとかチキータされる、ドライブで打たれるっていうときは前に出てくる下回転を出しているからっていう可能性が高いですね。だからそれで打たれてしまう。だけどこのラケットの面であれば、前に飛ばない止まる下回転、止まって切れる下回転なので、これで相手がこう払おうとしたら思った以上に手前で止まって払えない、合わせるしかできないっていう形になる、つっつきしかできないっていう形になりやすいので、相手もレシーブも置きに行ってくれる、入れに行ってくれるっていう形で3球目がすごく攻めやすい形です。ということで結構いろんな効果ありますね。ブチギレサーブで涼しく出せるっていう形です。だから相手にギャップがすごいあるために非常に効果的という形です。ぜひやってみてください。では通常の下回転をまずは前に出てしまってあまりかからない下回転ですね。一般的にある下回転をやってみます。ラケットの面がこうボールの4時半ということでちょっと前に出ちゃっているので、押し出す力が強くなってしまって相手にも打たれやすく、回転量が半減してしまう形です。でここからラケットの面を天井真上に向けてボールの6時を捉えて薄くこするっていうのを意識します。ボールが前に押し出す力がないので、全て回転で飛ばすっていう形なので、回転量が強く前で止まるという感じです。これだけです。これがブチギレの下で涼しく切るっていう形になります。すごい効果的です。今すぐこの面変えるだけで薄くこするっていうのをやってみてください。